海道も海外テックのこれまじミントです。みなです。今日は今年2月に起きた事件の話から60年動き続けているプログラムの中身まで深く掘り下げる回です。事件。2026年2月23日月曜日、ある AI 企業がブログ記事を1本公開しました。その日、ロイターの報道では IBM の株価は 13.2% 下落。2000年10月以来、およそ26年ぶりの下げ幅です。ブログ1本で何が書いてあったの？タイトルは AI によるコボルの現代化。コボルってあの60年前の言語？これマジ？マジです。なぜ株価が動いたのか、そして本当の勝負がどこにあるのか、今日は全部つなげます。ログを書いたのはアンソロピック、AI コーディングツール、クロード、コードの会社です。主張の核心はシンプルで、数年がかりだったコボルの現代化が AI なら四半期単位でできる。それがなんで IBM の株価に直撃するの？ IBM はコボルが大量に動くメインフレームという大型コンピューターの事業を何十年も収益の柱にしてきました。そこに AI が移行を安くするという話が来たので市場が反応したと報道されています。そもそもコボルってまだそんなに現役なの？1959年生まれ、今年67歳、アンソロピックのブログによれば、アメリカの ATM 取引の推定 95% を処理していて、数千億行が今も本番で動いています。金融、航空、行政の足元です。67歳で引退どころか、社会インフラのど真ん中じゃん。ところが、読める技術者は年々減っています。作った世代はとうに引退して、今大学でコボルを教えているところはごくわずか、動いているのに、直せる人材がいなくなっていく。それは怖い。IBM は怒ったんでしょ？間もなく反論ブログを出しました。ただ、このタイムラインをよく見てください。ブログ騒動の4ヶ月余り前、2025年10月、IBM とアンソロピックは提携を発表しています。IBM の新しい開発ツール、プロジェクトボグの中には、クロードが組み込まれているんです。喧嘩相手の製品の中身がクロード？どういう関係なの？プロジェクトボグは複数の AI を切り替えて使う設計で、クロードはその中の一つです。ミストラルやラマ、IBM 自家製のグラナイトも並んでいます。喧嘩しながらうちの棚にも置いとくね。で、大人の距離感複雑。提携しつつ市場の取り分では正面からぶつかる大企業同士では珍しくない距離感です。そしてここからが今日の本題。株式市場が見ていたのは AI がコボルを変換できるかでした。でも現場のエンジニアが本当に身構えるポイントは変換の先にあります。変換の先？まず両方の言い分をそのまま並べます。アンソロピックの根拠はこうです。現代化で一番お金がかかるのは書き換え作業より前の段階。このコードが何をしているかの理解、依存関係の地図作り、誰も覚えていない業務の流れの文書化、この調査仕事を AI が肩代わりできる。と、ブログにはニクソンが大統領だった時代に作られたシステムから業務ロジックを逆算して読み解く仕事だという表現もあります。確かに誰も読めないコードを解読するところが一番大変そうだもんね。機械的な変換ツール自体は昔からあります。ただ出てきがちなのはコボルの構造をそのまま引きずった Java、業界でジョボルと呼ばれる代物で保守の大変さが引っ越すだけ。だから AI には意味を理解した変換が期待されています。ジョボル、名前からしてダメそう。対する IBM ソフトウェア部門トップの反論ブログの核心がこの一文です。翻訳は実際の複雑さをほとんど捉えない。何十年もかけてハードとソフトを一体で磨いてきた性能や信頼性はコードを写しただけでは再現できないと iPhone に例えて、似たものは作れても10億台を置き換えるのは別の話とも書いています。合わせて IBM はコボルの約 40% はメインフレームの外で動いているという数字も出しています。どっちもそれっぽい。どっちが正しいの？それを判定できるデータがまだ世の中にないんです。片方は AI ツールを売る側、片方はメインフレームで稼ぐ側、両方に事情があります。決着をつけるとしたら、大規模移行が実際に成功した事例と、その検証データ、まだこれからです。じゃあ今日のところは判定不能か。さっき言ってた変換の先。そこに進むには、コボルがどれだけ変かを実物で見てもらうのが早いです。出た、りなさんの実物コーナー。では実物、いきます。コボルで、-123をファイルに書き出して、そのファイルを開くと、こう見えます。10に L？ 数字に L が混ざってる。壊れてるの？壊れていません。分けたのは最後の一桁です。
コブルの伝統的な数値形式では、最後の桁のバイトの中に、数字と符号を同居させるんです。1バイトの上半分に、マイナスですよ、という印、下半分に数字の3、この組み合わせを、メインフレームの文字コードの決まりで文字として読むと、たまたま、L の1になる、プラスの123なら、C で、12C です。レガシーファイルを開いたら数字の末尾がアルファベットだらけって、初見は絶対、データ破損だって青ざめるやつ。コボル経験者にはおなじみの光景で、CSV に変換する時の定番トラブルです。はい。次、同じ8バイトのメモリに、名前を2つ付けています。20260805という一つの数値としても読めるし、2026年8月5日という3分割でも読める。数値として日付を入れれば何もしなくても月の欄に月が入っています。便利。いや待って、じゃあ文字用として再定義したら数字の領域に文字も入れられちゃう？入れられます。実際のコードにはそういうトリックも埋まっていて変換の時の地雷になります。そして3つ目がこれ。変数名に直接3桁目から2文字と書く記法です。商品コードの3桁目と4桁目は支店番号みたいな業務ルールが桁の1そのものに埋め込まれている。それ、使用書がなかったらもう暗号だよ。この3カッコにが支店番号のことだなんて誰にもわからない。わからないんです。書いた人が引退していたら意味を知っているのはコードだけ。理解が一番高くつくの正体はこれです。にしてもさっきから桁ばっかり。なんでこの言語そんなに桁が好きなの？いい質問。コブルにとって数値は私たちの思う値というより昔ながらの紙の台帳にある桁の欄だからです。1959年の設計です。相手は紙の台帳とパンチカード。数値とは決まった桁数の欄に書かれた数字の列でした。だから3桁の箱に1234を入れると欄から溢れた上位の1が警告なしで消えて234になる。車の走行距離メーターが一周するのと同じ発想です。線の位が消えてもエラーにならないの？検出する書き方は言語に用意されています。でも書かなければ黙って切り捨ててそのまま先へ進むのが標準の動き。例外を出して夜の集計処理全体を止めるより帳簿を最後まで流し切る方を選んだ、そういう運用思想の言語なんです。間違えても止まらない。あ、バグというより仕様なんだ。待って、年を2桁でケチってたって話昔あったよね。西暦2000年問題だっけ？ Y2K、まさに今の話の直系の子供です。2桁の年の欄に1999を入れるとさっきの仕組みで上位2桁が黙って落ちて99、エラーは出ません。同じ聖域の中にいる限り比較も計算も全部正しく動く。それなりに動くどころか完璧に動いてたんだ。だからこそ何十年も放置されました。壊れたのは2000年をまたいだ瞬間の大小関係だけです。00は99より小さい。だから年の欄が00になった2000年生まれの赤ちゃんは1999年より過去の生まれと判定されます。年齢を引き算すれば 99-00 で99歳。有効期限も00年は99年より前。だから期限切れ扱い。生まれたての赤ちゃんが99歳。しかもこの言語のことだからその時も止まらないんでしょ？止まりません。異常終了は0。ただ間違った利息や年金の額を静かに計算し続けるだけ。クラッシュするバグなら誰かが気づけます。黙って間違え続けるバグは答え合わせをしない限り見つからないんです。答え合わせってどうやるの？相手は何十年も動いてる本番システムだよ。現場の答えがこれです。長く動いたシステムでは使用書が実態と合っていないことが多い。だから今動いている旧システムの出力そのものを正解と定義します。本番データを匿名化して新旧両方に流し、帳票もファイルもデータベースの更新結果もバイト単位で突き合わせる。これを数ヶ月続けます。パラレルランと呼ばれる移行の最終試験です。止まらないように設計されたプログラムの正しさは出力を比べることでしか証明できない。AI が変換をどれだけ早くしてもこの最終試験は消えていません。第一章で言った変換の先の正体がこれです。株価のニュースの裏にこんな地道な答え合わせの世界が広がってたんだ。このチャンネルはこういう見出しの一歩奥の仕組みまで潜って確かめる回を毎週作っています。チャンネル登録しておくと次の事件が起きた時も仕組みから理解できますよ。でも Y2K って乗り越えたんだよね。2000年が来ても世界は普通に回ってたし。乗り越え方に続きがあるんです。年を4桁に作り直したシステムは実は少数派。多くの現場はこうしのぎました。年は2桁のまま50以上なら1900年代
未満なら2000年代とみなすという解釈ルールを上から足すウィンドウィングと呼ばれる対応です。当時としては安くて早くて合理的でした。それ、50年後の自分たちに問題を先送りしただけでは。その通り。しかも境界の年はシステムごとにバラバラです。50のところもあれば30のところもある。Y2 系には2000年1月1日という一斉の締め切りがありましたが、こちらは各システムの境界年が来るたびに静かに散発的に壊れ得る。2050年前後が要注意と言われるのはこのためです。仲間もいます。ユニックス系の世界では1970年からの経過秒数を32ビットで数えるカウンターが2038年1月19日に溢れます。GPS は終番号を10ビットで数えていて、約 19.6 年で1周、2019年の1周では実際に一部の機器が誤動作しました。Y2 系に2038に2050全部桁をケチった話じゃん。設計した時点では合理的な節約だったんです。こぼる資産は10年持てばいいつもりで書かれて50年動いている。システムが想定寿命をはるかに超えて生き残ると当時の合理性が負債に変わる。毎回この構図です。60年前の言語、話を聞けば聞くほど実際に動かしてみてみたくなってきた。この回あります。コブルが 0.1 足す 0.2 をぴったり 0.3 と答える仕組みを実際にこのマシンで動かして確かめたコボル入門回、概要欄と終了画面に置いておきますね。じゃあ結局さ、AI はこの世界で何をするのが正解なの？変換を早くしても最終試験のパラレル欄は残るんでしょ？一番現実的な出番は地味で強力です。さっきのウィンドウィングの境界値はプログラムごとにバラバラの書き方で埋め込まれてきました。何千万行もの中からもし年が50より大きければのあらゆる変種を人手で探すのは現実的にはほぼ不可能。でも意味を理解しながら横断的に洗い出すのは今の AI が一番得意な仕事の一つです。変換マシンというより発掘調査団なんだ。うまい。アンソロピックのブログも力点は変換そのものより探索と分析の自動化でした。2038年や2050年を待たずに埋まっている爆弾を先に掘り出せるかもしれない。ここは推進派も慎重派も認める前向きな変化です。限界も一つだけ。変換した結果が業務として本当に同じ意味か、その最終保証は今もパラレル欄のような付き合わせの側に残っています。AI を押す側も慎重な側もここの見立ては一致しています。 AI は理解と発掘を早くする。正しさの証明は比べる仕事のままと。そして最後にこの構図、実はあなたの隣にももう来ています。今はどの言語でも人がコードを手で書く場面が急速に減っています。そうなると価値の中心は仕様を正確に伝える力と出てきた出力を検証する力に移る。ここで問題が一つ。 AI が書いたコードの妥当性を見抜く目は自分で書いてきた経験の蓄積から生まれます。では最初から書かない世代はその目をどこで手に入れるのか。あ、それってコボルを読めるエンジニアがいなくなっていく話と同じ形だ。10年後の誰かがなんでこのコードこう書いたのって私の書いたものを解読する側になるかもしれないのか。メモ残しておこうかな。いい心がけです。60年前の言語の話は未来の私たち自身の話でもあるんです。まとめます。一つ、2026年2月、アンソロピックのブログ1本の後、IBM 株は 13.2% 下落と報じられました。でも両社は提携相手で、IBM のプロジェクトボブの中には、クロードも入っています。2つ、コボル現代化の本当の難所は、変換より検証、止まらないプログラムの正しさは、比べることでしか証明できない。3つ、Y2 系を先送りしたウィンドウィングの境界年は2050年頃まで散らばって眠っていて、2038年問題も控えている。AI の現実的な仕事は、その棚卸しです。60年前の桁の節約。あ、今年の株価急落までつながってるの、鳥肌だったな。次はどの動き続けている過去を開けましょうか。面白かったら高評価を残していってもらえると、次の発掘の元気になります。今日の解説は、みな、と、ミント、でした。次の、これマジ？でまた会おうね。バイバイ。コメント欄で、あなたの職場の動き続けている過去、申し得てくださいね。